now! Darion Caldwell from the USA. My game plan is to finish Horiguchi in within 90 seconds. 堀内ジョージやったろっていうだけですね。はい、強い日本人がいるんだよっていうのを見せたいなと思ってましたね。The 14th match. Nasukawa Enshin from Japan. We are rising. Caldwell has the best wrestling in the division. UFC, Rizin, Bellator, he has the best wrestling of anybody at the division. He's a very dangerous guy. I expect Kyoji to shine, use his footwork and speed to avoid the takedowns and hurt him with big shots. My friend, but you feel good? You ready? I've been watching all your stuff, man. I'm proud of you. It's I think the Japanese fans really appreciate you coming out and making it happen. My game plan is to finish Horiguchi in within 90 seconds. Not submission, right? Yes. America Major Promotion ベラトール MMA がライジンのリングに放った刺客ダシオ市民なす切り込み隊長は現役バリバリのバンタム級チャンピオンダリオン・コールドウェル。相手の入場すごく長くて早く入場しねえかな。165センチ60キロの小さな空手キッド、彼こそが史上最強のメイドインジャパン堀口恭司。さあリングで待ち受けるのは堀口にとって過去最悪の相性とも言われるレスラーコールドウェル。世界に日本人の強さを見せたい。日本のライジン代表対アメリカベラトール代表バンタム級世界最高峰いきなり頂上決戦。またこの試合は両者が合意しなかったためこう見るとでかいですよね。空手とかでもやっぱでかい選手とやってたので全然気にはなんないんですけど、こんだけ違ったんだって驚きますね。さあライジン初代バンタム級王座決定戦、中央を取っているのが178センチ長身ですホールドウェル。いつもよりやっぱりでかいのでちょっと距離が遠めにっていう感じですかね。遠めといってもやっぱケージほど遠くはできない。やっぱりそうですね、自分がロープを背負っちゃうと多分相手も詰めやすいと思うので、絶対テイクダウンは来るからしっかり切って自分の打撃を当てていくっていう、倒されないようにするっていうのもプランにあったんですけど、そこまで簡単にいかないともう分かってたんで、しっかり切って切れなかったらどういう対処をするかとかを、すごい練習してましたね。パンチを左にテイクダウンですよね。パンチを振りながらです。もうこれももう予想通りなので、こういうところがやりづらいですよね、ロープだと。そうなんです、あそこつなげるので、なので今首狙いですけど、ここは冷静に対処したいですね、堀口選手は。組んだ時の圧力とか力を感じました。1ラウンド目のこの時はもうマックスのパワーを出してきてましたね。だから自分はマックスのパワーで対抗するんじゃなくて、ちょっと温存しながら最低限の力で対抗してましたね。後半ラウンドも考えて、
コーチ陣とチームではもう絶対後半バテるからそこを狙おうっていうのが最初の作戦です。はい、だから全然力使ってないんですよ、この辺とか。これは近いでしょ。アームロック。さあアームロック狙いだ。危ない。バックにつきます。まだアームロック離さない。長い腕。入ってるよ入ってるよ。おいしよ抜けるか抜けるか。やっぱ曲がってないので、まだ伸びてれば折れるまでは全然耐えられるので、折れてからが痛くなるので。痛みもなかった。全然痛くなかったですけど。背中ついちゃったなと思って、まあでも思ったよりもそのプレッシャーがなくて、ちょっとここでびっくりしたんですけど、そんなに大したことないなと思いました。ローキック、足が流れた。あの流れって、はい、受けてる方と全然スピードが違うと思うんですよね。なるほど。相手も結構でかいし足使ってきてるので、足を崩していこうかなと思ったんですよね。いや結構嫌がってましたね。右足前のコールドウェル、長い制空権があります。でもいい背景とね。左です。これ4分経った時に初めてパンチ。ここ入るなと思ったタイミングで出てきましたね。むやみに出ちゃうと、タックル深く入られちゃうとどうしても切れないので、だからそれを警戒しながらやってました。ちょっとペース戻してきてますか。さっきの蹴りでバランス悪くなりましたね、コルド選手が。嫌がってると思いますね。一回フェイント入れてるんですよ。前足を取ろうとしフェイントをしてきてからの後ろ足だったんですよ。やっぱうまいなと思いました。そこうまくかわしていかないと。なんと早くも第1ラウンド終了。極上の時間です。いやどうなんですかね、最初のそのテイクダウンとかその攻防でやっぱこう取られてるじゃないですか。コーナーは全然いいぞって言ってたんですけど、自分の中ではいやちょっと取られたかもしれないなとは思ってましたね。印象悪いなと。堀口選手にしたら1センチ2センチなんですけど。なるほど。さあ襲ってくる。この後また捕まってしまった。これやだね。割とバックを簡単に取らせますね。バックを取らせないと立てなかったんですよ。最小限の力でどうやってこれを抜けるかっていうのを考えてましたね。だからここも全然力使わないっていう風にやってましたね。で相手は寝かしたいから力使うっていう。出てきてるなって思いました。もうやっぱり明らかにガス欠してるな、これ削れてきて、2ラウンドも終わった後にコーナーに戻った時によしもう削れてるぞっていうのをもうコーチたちが言ってて、自分もそう感じたなと思って、しっかり自分のバランスとって最小限の力でも相手には力を使わせるっていう。こう説明しないとやっぱ分かんないですよね。もうやられてるって思っちゃいますよね。なんて言ったらやばいみたいなイメージってありました？印象は良くないじゃないですか。自分が全然寝てなくても相手にずっと攻められてる状況でしっかり決めないとっていうのがありました。ガクトさん、何を見ていきますか？コールドウェルの場合想像してないタイミングから、左が入ると非常に面白いだろうなと思いますけどね。攻めるしかないっていうんでもうバンバン行こうと。で相手もバテてるんでもう動きが明らかに違うんですよ。これですか。うわー、フェイントから超低空タックル。初代バンタム級のベルトをかけたストレートボディ腹だ。いや入りましたけど効いてるかどうかまでは分かんなかったですね。捕まりたくない。またもやコールドウェル、アリジモクに引きずり込まれる。もうバテバテでここでもう何もしてこないじゃないですか。もうここで自分は時間を使おうと思ってるなと思ったんですよ、相手が。でラッキーと思って。シュッと沈む。さあギロチン左ギロチンチョーク。
ってましたね。チームで言ってたんですけど、そんなに最初の段階で出すなって言われました。このラウンドの終盤に出せって言われてたんですけど、でこの角度をいつも撮ってる練習で何回も撮ってるんで。チャンピオンになって達成感もあると思うんですけど。ないです。勝ったっていう喜びですぐらい、はい、それについてくるのがベルトっていうだけであっていつもと同じです。やっぱり本当にチャンピオンなのにわざわざ日本の舞台に立ってくれて本当にありがたいですよ。 My advice from my corner was the fight was pretty close. I needed to keep advancing and keep improving. So the third round, I tried to do so, and I came up short. Exactly how the outcome was. I'm feeling defeated, but I know this isn't the end of me. Get back to the drawing board, and my next fight will be Kyoji Horiguchi. The next time I fight Horiguchi is going to be in a Bellator cage. Congratulations, Kyoji. 次は堀口さんが向こうにも行って。もちろん行きます。やっぱり向こうが来てくれたんで自分も行かないと。ケージだったらホームだったら分かんないぞっていう意見もあるけど、そこで証明しないとダメなわけじゃないですか。まあ自分もケージの方が立ちやすいしやりやすいと思ってるし、まず広いじゃないですか。でもまあベラトールのケージに上がるのは初めてなのでまだ何もわからないですけど、まあもっとやりやすいだろうなとは思いますね。はい。Is there a difference between cage and ring? Very different. Clear しました。58.70クリアです。握手拒まれましたからね。何つってたんですか。聞き取れたのがスキニーボーイって言ってて、スキニーボーイスキニーボーイって言われたんですよ。悪口なんだろうなと思いながらそこまで本気じゃねえなとは思ってるんですよ。キープめちゃくちゃ頭いいんで、多分こういう表現をしてある程度それも戦略でっていうのを考えてたんで、バーンってやられたじゃないですか。いやあんま強くなかったんですよ、バーンが。ね、あんま本気じゃねえだろうなとはちょっと思ったレイはめちゃくちゃすごいですよね。まあ、マット・セラを指導してチャンピオンまで行って、その後ワイドマンも出てきてますから、指導に関して言えばすごいやっぱりいいコーチだなっていうふうには思いますね。アメリカのジムっていうのは、はい、みんなで作戦考える。もうそれが当たり前ですね。彼がほぼ作戦を決めて、じゃあこの作戦を遂行するには誰が必要かっていうふうに、全部スパーリングのパートナーのアテンドもレイがやるので、個人競技からこうチームスポーツに変わった感じがすごいするですね。イメージは殿だったんですよ。これ殿じゃないイメージとしてはこうすごい自由なこう無邪気な感じの殿のイメージだったんですよ。多分お客さんになかなかね殿は伝わってないですね試合はもちろん勝たなきゃいけないし一番表現する場なんですけど、それ以外にも許されるのであればこうやっぱ出していきたいなっていうのは思ってます。リング上がってこう向き合った時にイケイケだったらもうめちゃくちゃこう噛みついてくる、リング上がっても噛みついてくると思うんですけど、よしやるぞっていう相手もそんな感じだったんで、
まあやっぱりいいやつですよねここからどんなモーションで飛び込んでくるのか。まずファーストコンタクト、ウルカが右手を前にしています。インロー一発放っていきました。そしてパンチの間合いはどちらなのか。打撃でプレッシャーをかけつつ詰めていってテイクダウンっていうのはすごく考えてて、やっぱり今までのケープの試合からしてみてやっぱり寝技に僕の方が分があるんじゃないかっていう作戦だったので、それをこのリングで今出るかどうかっていうところ。左フック、その前危ないよ危ないよ。効いたっていうのはなかったんで、表面的にどんどんダメージ蓄積していくタイプの多分打撃ですね。片下クルエシングルレッグからのうまい。そうなんですよ。後ろを向いた。これバックコントロールは得意というのは得意。これですね。これすごい得意な形じゃないですか。そうですね。ただキープ結構対策してきてて、左の肩はうまく使われて防がれてます感じですね。よーし、ここからだ。早かったな今。さあバックダウンした。完璧だ。3分半あります。両手使って僕の左手をこう上げられてるんですけど、この乗りすぎてる状態だとそれだとやっぱ決まんないんですよね。逃げないと。正対してマウンドポジション。マウンドですね。そしてパウンド。そしてリアルライトチョッパー。上すぎるですね。上に乗りすぎてるですね。胸がもうちょっと下にないとダメなんですよね。さあ最終ラウンドです。でそのフェイクした後にファウルでヘッキック。めっちゃ面白い。めっちゃ笑ったっすね。ハイキックやれって言ってたっつって。ちゃんとやる。やった方がいいぞっつってるから。めっちゃ面白かったですねこれ。普通に勝っただろうとは思ったんですけど、決めたかったですよね。はい、決めたかったですね。ジャッジ豊永、赤佐々木、よって勝者佐々木ちょっと次はフィニッシュ。試合はやっぱりこう強さをやっぱりファンに見せていきたいっていうのはもちろんなんですけど、さっき言ったその表現を許される場なんで、こうできるだけこう自分を出していきたいというふうには思ってますね。はい。レイもやっぱり堀口すごい強い、もうやっぱり認識してるので、年内やりたいですよね。やっぱりね。はい。またニューヨーク帰るんですか？帰ります。はい、もうすぐ出発して。奥様はいと一緒に。そうですね。はい。すごい尽くしてくれるというか、もう食事のこともそうだし、練習動画も撮ってくれて。いいよ。いいよねです本当に。いいパフォーマンスすることだけをやっぱり念頭に置いて毎日過ごすっていうのがやっぱり大事じゃないかなと思います。はい。Eu acho que ele foi mais inteligente do que eu, aproveitou algumas falhas e soube aproveitar bem a vitória. Porque eu estou aqui, estou no Rising, o Rising para mim é a maior liga do mundo. また半年とか1年したケープまた強くなると思うんで、いい選手だと思います本当に。いいやつですよね。やはり何か事件を起こす男、マネル・ケープ。ライジンに慣れてきたというか堀口選手に負けてからすごく楽しくなりました。
あの負けがあったから去年も5連勝できたと思ってるんで。スコッキー強いっすよ。俺もだってやりたくないもん、もう一回。He's fought some of the best guys in Japan, but I think my skills are better, and we're about to find out here really soon. さあ UFC からの比較、日本初見山ジャスティン・スコッキンス、そしてディープ2階級制覇元谷勇気。 UFC の試合全試合見たんですけど、打撃で押されてるところがなかったので、打撃でも勝負していこうと思ってました。そこで負けたら先はないと思ったんで。USC からスコッキンス、そしてディープ2階級制覇元谷の対戦となりました。ローをまずしっかり蹴って、結構ローは嫌だと思います。もう寝技に関しては元谷選手はもう申し分ないんで、あとやっぱり堀口戦からですよね、自分に足んないものはやっぱり打撃だと。これもちょっと危ないなと思いました。これはもう入ったなっていう感触あります。テイクダウンしてきたので無理にあんま抵抗せず、そしてただ下から元谷が足を絡めていきます。ここはクラッチは取れてるんで、もう逃げられることはないと思ったんで、何をしようかずっと悩んでました。じわりじわりとくるわけですね。そうですね、はい、そのためにはこの締める力の配分っていうのがすごく重要になってくるんです。はい、何度も締める位置を確認をして、今締め変えましたね、はい、ちょっと足を両足を伸ばす形に変えました。クラッチを取ってこれ頸動脈を両足で締めて、そしてここでタップ。第1ラウンド元谷勇気見事な一本勝利。正直名前はわからないです首の横のこっちの頸動脈ももで挟んで圧迫して、もう始めた時ぐらいからなんか頭に残ってたような、結構動画とか見たりして YouTube とかは結構見てるんですけど、もう家にいる時は気が向いたらもう見るように。それをじゃあ一緒に突き詰めていくのは、じゃあもうそのジムの、いやもう先生も含め会員の方とかも全員に付き合ってもらってます。ジムはプロ選手みたいなことでいうと何人ぐらいいらっしゃるんですか？あと2人ですか。よくそういう環境の中で強くなってくるっていうのはっていう、だけ出てこれと思わないですか？全然何回も考えるんですけど、あんまりみんなと一緒なトレーニングをしたくないっていうのもあるかもしれないです。それなんでみんなと一緒なことしたら一緒なことになるんで。大晦日にこんなたくさん集まってくれてありがとうございます。来年も頑張っていきます。まあとりあえず買ってきます。頑張ります。マイクとかはいつも佐伯さんにも0点と言われるんですけど自分を出していければいいかなと。I'm gonna go back, I'm gonna get on fire and beat somebody up next time around. Kind of getting that grip on me, I was like, oh shit, this is not good. よかったっしゃやった。周りがもう堀口選手とそろそろいいんじゃないかっていう風になったら戦いたいなとは思ってます。一つずつ勝っていくっていうのがやっぱり今年もそうで。だとしたら標的は何人かいるというか。強いとかもう言われるような選手は全員やりたいなと。佐々木優香選手来てくれたんでどうですかね。
前から思ってたのは石渡選手、やっぱり強いんでアグレッシブなんで噛み合うかなと。自分が上に行く上で絶対倒すべき相手だと思うんで。石川の神秘でおなじみの元谷君はなんと結婚しているという話を聞いた。プロポーズの言葉を教えてくれ。ちょっとプロポーズどんな感じだった、なんかあんまり覚えてなくて、お互いしとんかしてないのか。結婚してんの本当に？一応してます。子供2人いるんで。何歳？3歳の女の子と1歳あと4日でなる男の子です。そういう状況の中じゃブラジルに行ってた。そうですね、生まれる前に生まれる直前に行ってたかもしれないです。かもしれないってどういうこ帰ってきたら生まれたの。と？忘れる前配達以外の仕事ってしてることあります？去年の今頃は新聞配達してました。昔から小学校から冬の雪の中をぼーっとしながら入れて結構楽しかったですね。運動バカってキャラででも意外と記憶力が良かったり。嘘だよ。子供の誕生日言える？言えます。はい。